バックハンド片手打ちの方のテイクバックの作り方についてレッスンをしたいと思います。このレッスンの代償としては、片手のバックハンドを始めたがなかなかうまく打てない、あるいはボールに遅れてしまう、力がうまく生まれない、なかなかボールに力が伝わらないという方へお送りしたいと思います。このレッスンのゴールとしては、テイクバックの形がきれいに作れるようになること、そして楽に力を生む構えの形ができるようになること、これらがゴールになります。まずバックハンドの基本的な体の動かし方について、こちらの動画をご覧ください。はい、まずバックハンドの片手というのは、他のストロークと同様に基本的には体の軸が回る力、この力によってパワーを生みます。体が回る大きい力を腕と肘、手首を伝わってラケットからボールに伝える、この考え方が基本的な部分になります。体が回っていく力をいかに腕や肘、手首で邪魔をせずにラケットからボールに伝えてあげるか、この基本的な考え方が一つ目の大きなポイントになります。はい、2つ目のポイントとして、体がターンする力を腕に伝えてあげるときに、体がターンをしすぎてしまっては、せっかく生まれた力が腕に効果的に伝えることができません。ですので、ターンするのは構えた状態からインパクトまでとなります。で、ここから先はターンを止めて腕が先に出ていくようにしてあげてください。体が回った力が腕に伝わって、そのまま腕がパーンと前に出ていくようなイメージですね。肩関節から腕が外れて、そのまま前に腕が飛んでいくようなイメージで捉えてください。ターンした状態から体を回した力で肩関節から腕が外れてポーンと前に飛んでいくようなイメージです。はい、ですので、しっかり肩を入れた状態から打ちたい方向に向かって腕をパーンと飛ばしていくようなイメージ、これが2つ目のポイントになります。しっかりターンをして体を回していくのはインパクトまで、そこから先はこの回った力で腕が前に出ていってあげるようにしてください。これが2つ目のポイントになります。そして3つ目のポイントです。このポイントは少し正直なところ難しいです。これができると非常に鋭いスピンやフラットのボールも打つことができますが、あまり日常にない動作なので難しいということは理解しておいてください。このポイントができなくても、1つ目と2つ目のポイントだけでも十分ある程度の片手バックハンドを打つことはできます。そして3つ目のポイントは、体が回ってきて途中でターンを止め腕が出ていきます。そして最後に腕の動きも止めてあげ、体が回ってきた力でラケットが前に出ていくようにしてあげてください。ターンして体を回してきて、回ってきた力で腕が出てきます。で、ターンを止め腕が出てきます。そしてその後に腕の動きを止めます。そうすると体が回ってきた力でラケットに遠心力が生まれてますので、手首の力が抜けていればそのまま腕の動きを止めるとラケットが前に出ていってくれます。はい、この動きを作れると鋭いスピンやフラットのボールを打てます。ラケットが最後ヘッドが回っていきますので、この力を使うことによって鋭いボールを打つことができます。このようにターンの力、体が回る力で片手のバックハンドも力を生んでいきます。ですので構えもターンを作ることが非常に重要になってきます。構え始めがターンの力でできないと、打ちに行く時もターンの力を使うことがしづらくなります。片手バックハンドの場合は、インパクトの形が横向き、体を横に向いた状態でないと腕が打ちたい方向に力が向くことができませんので、ターンはここからさらに深く作っていく形になります。少し背中を見せるぐらいですね。この状態から横向きまで、これがターンの力になります。ですのでテイクバックを作っていくときは、必ず横向きよりより深く
構えを作るように、まずこれが1つ目のポイントになります。そして2つ目のポイントは、ターンをした時に肘を少しだけ後ろに引いておくようにします。というのは、体が回った時に腕を振り子のように使っていきますので、この腕がターンしただけだと体が回っても腕に十分に力を生み出すことができません。ですので、ある程度少し肘を引いておくことによって体が回った力でより強くこの振り子を回すことができます。で、この腕を引く動作が決して手首を主導で引いてしまってはここに力が入ってしまいます。ですので、肘を引き腕全体を振り子のように少し構えてあげるようにすること、これが2つ目のポイントになります。またテイクバックした時にグリップ、ここはあまり強く持たず、むしろふんわり柔らかく包み込むようなイメージで持ちましょう。グリップをギュッと強く握ってしまうと手首に力が入りますので手打ちになってしまいます。せっかくターンした力で体を生んでも、ここに力が入っているとこの力を有効に活用することができません。ですので、グリップは緩く持ち、体が回った力がしっかり腕からラケットに伝えられるように緩く持っておきましょう。片手打ちのバックハンドが苦手な方でよくある構えは、ターンができずに手だけで引いてしまうパターンが、ボールとの距離感が見づらいのでどうしてもターンをすることに少し抵抗が出てくるとは思うんですけれども、手だけで引いてしまうとより力が生まれづらくなってしまいますので、しっかり体をターンするようにしてみてください。綺麗なフォームを作っていくポイントとしては、まずこのターンを作っていくのがポイントとなりますので、まずこの形ですね、ターンをし肘を少し引いた状態、これを作るようにしましょう。そしてこの状態で腕や肘、手首の力が抜けていて楽に構えられているかどうか、ラケットの重さもあまり右手で持たず左手で支えるような形、このような形で楽に力が抜けているかどうか、これを確認するようにしてみましょう。